皆さん、あの有名なスポーツメーカーを思い浮かべてください。秘訣はあのマークにあります。この角度をしっかり作ってあげることで、振り抜いた時にドライブ回転がかかりやすくなります。このまま当たったらネットするように思いますが、右足がしっかりとブレーキをかけないと上方向にパワーが生まれません。この力をしっかりとスイングに利用してあげましょう。そしておへその前を通るときには勢いよくラケットヘッドが上昇していきます。ナイキのマークってシュッとしてるよな。はい、こんにちは、10円の浅沼です。皆さん、両手バックって安定しそうだとか強く打てそうなイメージありますよね。でも実際に振り切って入れるのって少し難しさがあると思います。そして入れようと思って力加減をして打っているとちゃんと振り切れと言われてしまいます。それができたら最初からやってますよね。今日は両手バックを気持ちよく振り切って相手コートに入れる方法を解説していきたいと思います。噛んじゃったか。今日のゲストは武田コーチです。久しぶりだね、両手バックします。振り切って入らない原因はドライブ回転のコントロールができていないところにあります。その鍵はボールが当たるまでのラケットの動きです。正しくドライブ回転をかけるにはあの有名メーカーナイキのマークを描いてください。このナイキのマークをラケットで大きく描いていくと体の左側でラケットが落ちて正面を通るときには右上にしっかりと上昇していく動きになります。ナイキのマークをかけます。体の左側でラケットヘッドが落ちて体の正面をラケットが通るときには上昇する動きを作っていきます。これをすることでボールをしっかり下から迎え入れてドライブ回転をかけやすくなります。このナイキのマークの描き方ですが、体を回す瞬間にラケットヘッドを落とすようにしていきます。体の左側で最下点があって自分のおへその前を通るときには上昇する動きになっていきます。そしてもう一つ気をつけることが、最下点でラケットを止めてしまうと横振りの当たりになってドライブ回転がかかりづらくなります。振り切ってもドライブ回転じゃないのでアウトしてしまいます。ですからラケットヘッドが落ちるのは体の左側で一瞬だけです。体の前を通るときにはその反動で上昇するスイングの軌道にしていきます。体が回る瞬間にラケットヘッドがダウンしてそのタイミングも一瞬です。そしておへその前を通るときには勢いよくラケットヘッドが上昇していきます。それから面の向きも重要です。少し伏せたような振り出し、この角度をしっかり作ってあげることで振り抜いた時にドライブ回転がかかりやすくなります。このまま当たったらネットするように思いますが、前に振り出されていくとボールに対してはまっすぐな当たりになるのでネットをしてしまうという恐れはありません。しっかりと上昇してくればスピンのかかった振り抜けるバックハンドになります。ただそれでもどうしても当たりがかすれてしまってボールが飛ばないよという方はフェースを開いた状態でラケットダウンをしてあげるとインパクトで熱い当たりが作れるようになります。スイングの始まる時にラケットの面はまた同じように上のフレームを前にしていきます。これは
当たりが薄くなってしまう方にお勧めしています。このようにスイングの中にナイキのマークを入れられるかがまずはポイントです。続いては正しい振り抜き方です。スイングの始動時に体の回転が必要なのは皆さんご存知かと思いますが、上に振り抜こうと思って腕を振り上げようとすると結局手打ちになってかすれたあたりになってしまうんです。ではどうしたらいいかというと、どこ行ったっけ、あそこにあります。ちょっとあるものを使って説明します。今日はこの3キロのメディシンボールを用意しました。このような重いものを上に踏み込んで投げようと思うと、右足がしっかりとブレーキをかけないと上方向にパワーが生まれません。ブレーキをかけたことで肩が止まるので、振り出された腕が勢いよく上方向に上がっていきます。この上に腕が振られる勢いをスイングの振り抜きに利用していきます。踏み込んだ足がブレーキかけることで上方向に右腕が振られていきます。このままブレーキをかけないでいくと腕が上じゃなくて前に振り出されていくので、順回転じゃなくフラット系の当たりになって横振りになってしまうんです。なので右肩が止まるように右足がブレーキをしっかりかけてあげることで、ラケットヘッドは勢いよく上に上がってドライブ回転が可能になっています。右足のブレーキでラケットヘッドがしっかりと加速して勝手に振り抜かれていくイメージです。では実際どのようにブレーキを作り出していくかですが、右足のつま先から右のお尻までの向きを変えない、こうすることで肩の位置が止まってラケットヘッドの上昇する動きにつながっていきます。つま先の向きをキープしてお尻の向きを変えてしまうと肩が開くので、結局横振りにつながって収まらないショットになってしまいます。なのでつま先も大事ですが、お尻の位置もキープしてスイングできるようにしていきましょう。このように体の回転や腕の振りではなく、右足のブレーキによって勝手に振り抜かれるということを意識していきましょう。ここまでスイングの軌道や振り抜きについて解説をしてきましたが、これらを全て機能させるためにはテイクバックが重要になってきます。そのために重要なポイントを3つ紹介していきます。まず1つ目は肩を瞬時に入れるということです。肩を瞬時に入れることでラケットヘッドが下がって体を回す動きとブレーキ動作をする時間をしっかり作ることができます。肩をすぐに入れてナイキのマークを書いてブレーキの動作があるとしっかりと振り抜くことができるんです。ただこの体の向きが遅れてしまった場合、打つ瞬間に開くような動作になるのでドライブ回転がかかりづらくなるんです。なので肩を素早く入れてナイキのマークを後ろで書いてブレーキがしっかりできるような時間が作れるようにしていきましょう。2つ目は体の左側にラケットを置くということです。肩の向きを変えて左側にラケットを瞬時に置くことでラケットを引くという動作がなくなりますから、すぐにナイキのマークを書く動作が作れます。すぐに肩の向きを変えて左側にラケットを置けば、あとはラケットを下げて上昇する動きを作るだけになるので振り遅れの防止にもなります。正面にラケットがある場合は引いてそこから下げるような時間が必要になるので振り遅れの原因にもなりますし、フラット系の当たりになってしまう恐れがあります。最後に引く動作が出てくるので、肩の向きを変えた時に左側にしっかりとラケットを引くというよりは置くような意識を持っていってください。最後に3つ目ですが、左股関節に体重を乗せるということです。重心をやや低くすることで
左足の蹴り出しを使った時にラケットヘッドを落としやすくなります。体の左側にラケットが落ちてくれるとドライブ回転もかけやすくなってきます。左の股関節に乗せてしっかりと蹴り出していきます。足を伸ばして足の裏に乗っているような状態で待ってしまうと、このままラケットヘッドが下がりづらかったり、自分の手で下げてしまうような動きになると手打ち、かすれた当たりになってドライブ回転も安定してきませんので、しっかりと股関節に乗せた状態をキープしていきましょう。というように以上の3つに注意してテイクバックをしていきましょう。はい、それでは武田コーチとのラリーの中で振り切ったバックハンドを打っていきたいと思います。よろしくお願いします。けど気持ちよくない。疲れるね。両手バック。今日は振り切ったら両手バックもアウトする件について解説をしていきました。しっかりと振り切って相手コートに両手バックを決めていきましょう。お疲れ様でした。最後までありがとうございます。